それで結構はっきり言うからね、今の若い子。男性より若い女性が国際化が進んでる。生活感はしっかりしてるのかなって思いますよね。Hey guys, it's Cat the Cat. Today we've come to Sugamo. This is where the elderly of Tokyo come to hang out. And today we're going to ask the elderly of Japan what they think about the new generation and what they envy about the new generation of Japanese people. So let's go and ask Japanese. 最近の日本の若い人についてちょっと聞きたいんですが、今の10代、20代の方はどう思いますか？好きですよ。私が若かったらそういうふうになりたい。どういったところが好きですか？そうね、こう支度でもなんだ思い切った格好できるじゃない。ね、私たちもこの年になったらもう決まった支度だからね。それで結構はっきり言うからね、今の若い子。うちの孫もそうだけど。はっきり意見言える。そう。だからいじめみたいだけど自分はいじめにとってないわけ。じゃあどう思いますか、最近の若い人？うちもそのぐらいの年の孫がいて、なんかみんないい子に見えるんだけど、中にはちょっとねという方もいるけど、服装に関しては、いいなと思う。今の私たちはそんなの着れなかったし。じゃあ今ファッションの方が自由になってるってことですか？どうでしょう。そのファッションに関しては時々理解できないの着てるかなと思う。私たちの年代ではね。でもそれが今の若い人のいいとこじゃないかと思う。私たちも決まったものもあれするけども、若い人って取り組みがもう全然違うでしょ。私たちは想像できないバランスでやってるから、それもまたいいんじゃないかなと思うけどね。良いところはね、物おじしないことだ。積極的。それからね、やっぱりうちに閉じこもらないで、日本国内だけじゃなくて海外にもどんどんもうね、今進出してるでしょ。特に若い女性、男性より若い女性が国際化が進んでる。そういうは昔できなかったってことですか？そういうことね。それからね、単なるそれ旅行だけじゃないのよ。海外でね働いている日系企業も相当の数海外に出てるでしょ。その中で日本からどんどん若い女性が現地へ飛び込んでて、そこで働いてるって、そういう人たちがものすごく増えてるの。お兄さんなんか若い人がね、結構そういう何でしたっけ、なんか私たちに話しかけてくれてね、なんか私たちも年配だって思ってるから、で話しながら今どこ通ってるか分からないので、降りるの忘れてしまったら困るからって言ったら話しかけてくださって、なんかその方は介護のお仕事してらっしゃる方だったみたいで、グループホームに20年お勤めしてるんですって。だからすごくね、お年寄りの気持ちを分かってくれたみたいで、向こうからねお話しかけてくださって、珍しいなって思いましたね。だから嬉しいですよね。そうやって若い人にね、何気なくね、そういう話をちょっと今日ちゃんだかなんだか今どこかしらなんて言ってたから、2人でご夫婦だったんだ、若い夫婦だったね。なんかね、はっきり教えてお話ししてくださったりしてましたね。だからお年寄りに話しかけるのがそんなになんていうの、珍しいことではなくても常時ね、お年寄りと接してるから、そういう人もそういう人が結構増えればいいなと思うんですよね。なんか一緒にもうちょっと合流したいって感じですね。そうですね、やっぱりね、若者とこちらも若返るしね、若い人もだってやっぱり経験は踏んでますもんね。何十年も多く生きてるから今アパートとかなんかでもよく若者と老人が一緒の屋根の下に住んでお互いに助け合ってやってるなんていうのをいつだかテレビで見ましたけどね。だから年寄りだけよりも若い人も一緒に住んでくれるといいんじゃないですかね。だからね、年寄りが多くなるからやっぱり年寄りだけじゃなくてね、若い人もちょっとヘルプしろってんじゃなくて、一応お話とかね、私たちの話も聞いてもらうし、私たちも若者がどういうことを考えてるかっていうのも知りたいと思いますので、そういう交流の場みたいのね、同じマンションでもあればいいのかななんて
思うんですけどね。なかなか日本はまだねそういう場がないんですよね。若者とお年寄りの、外国じゃどうか分かんないけどもどうしても偏りがちになっちゃって日曜日はじゃあ若者がお料理して年寄りが食べるとか、ね、で平日はお年寄りがちょっと何か作って若者が帰ってくるのを待つとかね、そういう場もあったらいいかななんて思うんですけど、やっぱり自由に小物事を考えてでも生活感はしっかりしてるのかなって思いますよね。いろんな情報がやっぱり入る世の中なんで今はちょっと調べればいろいろ情報がガーって出てきてそれに基づいて生活をしてるなっていうので、ある意味情報が入ってきてのそこからの生活っていうのがあるかもしれないですよね。私たちの時代なんてねそんな情報が、インターネットなんてない時代なんでもう新聞かなんか本か読んで自分で探さないと本当に情報がなかったのでそれに比べるとそういう自由さっていうのは情報があるからの自由っていうのもあるのかなって若い子はね。羨ましいっちゃ羨ましいですね。羨ましいね。最近ね。思います。それこそ携帯もなかったから例えば待ち合わせとかしてもずっと待ってるしかないとか取りようがない。ね、でも今はでも便利になった分ちょっと遅れてもやみたいなちょっと直にルーズな。いや一時期はねなんか意外とお行儀悪いとかやっぱり公衆の面前でお化粧してたりとかなんか身だしなみをするとかあったんだけど最近は少しやっぱりマナーのある子も増えたんじゃないかなそういう面は少し良くなったんじゃないかなって思います。10年15年ぐらい前まではひどかったんじゃないかな。もう結構なんかもうあちこちでだらしないっていうか、地べたに座ったりとかそういうのはもうあまり見かけない。むしろなんかちょっとお行儀よくなった部分はいろんな SNS もあるだろうしいろんなメディアの影響もあってやっぱり自分たちのしてることがみっともないとかそういうのを逆に見せられて直していくっていう人も増えたような気がします。はい、ありがとうございます。いえこちらこそどうもありがとう。So, what do the Japanese elders say about the younger generation? First of all, they actually envy them for the freedom. They have loads more freedom that they used to have when they were younger. And also, women have more chances and opportunities nowadays than they used to have in the old days. But there's also the wish that there was more communication and more interaction between the older generation and the younger generation. There seems to be a big gap there that doesn't really overlap. So, how is it with elders in your country? Is that the same stuff that they keep saying, or is it maybe completely different? Do they like being separate? Do they actually want to hang out with the younger generation, or are they a little bit, oh, I'm fine without you guys? So let us know. Look forward to reading your comments. Also, we've done more videos where we went all the way to Sugamo, to the Harajuku of the elder generation, to ask them questions about the younger generation, boys, girls, and the current society in Japan. Well, yeah, new series here. I hope you're enjoying this series. Also, let us know what you think about that. Always welcome reading your comments. Be nice to each other in the comments, though. And I wish you a lovely day, and I catch you soon for another video on Ash Japanese. And don't forget to subscribe if you're new.